どうも皆さんこんにちは。今紹介してもらった山中です。工業デザイナーとして、いろんなものをデザインしてきました。車から始まって、電車や、カメラ、腕時計、それから家具、携帯電話、大根おろしとかで、皆さんがもしかしたらここへ来る途中使ったかもしれない、スイカやパスモの IC カード改札機、あれも私が原型をデザインしたものです。使いにくかったら私のせいです。今日は、そういういろんなものを皆さんに紹介しながら話をしていくこともできたんですけども、とても時間が足りないので、今日はその最初の部分、そのいろんなプロダクトを発送するときに、最初に書くスケッチを紹介しながら皆さんに、もしかしたら一緒にスケッチしてもらえるといいかなと思いながら、絵を描いてみようと思います。ライブでやりますので全然うまくいくかどうかわからないんですけど、うまくいくことを願っています。最初ちょっとこう手慣らしをします。他触ってるかな。これはその僕がいつもやっていることなんですけど、ある種のこう準備運動なんですね。で、自分の中でこう今日の手の具合とか、実は寒くてこう手がかじかむのを防ぐのにどうするかなと思ってさっきから困ってたような状態ですけども、ペンの具合を確かめながらついでに、今日はどのぐらいの大きさに描きゃいいんだっていうのを今確かめてます。はい、でオーケストラが最初にこう演奏前にこうオーボエの A の音「うー」から始まって「わー」っていう音になっていきますよね。あんな感じのことを今やってると思ってください。で、こんなふうにこう手慣らしをしました。で、この後、少し絵を描いていこうと思うんですけど、もしよかったら皆さん会場暗くてごめんなさい。もし手元にメモのある人はこの後やることを一緒にやってみてもらえると楽しいかなと思います。子供のように絵を描きたいと思ってください。で、少し明るくなりましたね。はい、子供は、まずは簡単に丸を2つ描いてみましょう。これは何でしょうかって言っても分かんないと思うんですけど、こうすると顔かなって思いますよね。で、人間って不思議なものでこんなふうに描かれるとなんか顔なのかなって思うわけです。で、首があってきっとこれ胴体なんだろうなって、これが顔だなって思えるのはとても不思議なことなんですけど、私たちはいろんな顔をたくさん見ています。その中から、たったこれだけのエレメントを抽出してもなんか顔なんじゃないかっていうふうに、皆さんが経験の中からこの図像を見ていろんなことを補完するおかげでこれが顔だっていうふうに思えるわけです。で、絵を描くときに皆さんが頭の中で補完することを利用するのはとても大事なことです。で、じゃあこれを横顔を描いてみましょう。で、横顔、これが子供でもなんとなくこんなものを描きます。で、子供に帰った気持ちで、横から見たらこうかなって描きます。はい。この絵は、一つのことを前提にしています。つまり、正面から見ると、丸だったもの、横から見ても丸だっていうふうに描きました。
つまりこれは正面から見て円盤ではなくて球だったってことです。でこれ当たり前のことなんですが、その理解はとても大切です。で少し丁寧に球っていうものを考えてみましょう。球っていうものがこうあるとして、球っていうものがあるとして、その正面にあると多分まん丸に見えます。この目のようなものが前にあると真っ平らに見えます。ということは前に寄っていくにつれてだんだん潰れていくんじゃないかなっていうのが、その立体を意識するっていうことなんですね。そうすると少し絵を描き方を変えましょう。こちらへ戻ります。少し絵を描き方を変えます。ここでまん丸に目を描くのではなくて少し楕円に描きます。でこうどうでしょう。これだけでほんの少し、もしかしたらこれは球面なんじゃないかっていうふうに頭が回ります。で我々は実はこういう立体の変化にとても敏感で、わずかな手がかりでこれは丸だろうか球だろうかって探してるんですね。で絵はそれを利用します。その部分だけを描くだけでこれは立体なんですよっていうことを伝えることができる。でさらに、ちょっともう一工夫してしましょう。首です。で胴体をこういうふうに描いています。こう描くと急に少しばかりなんかこうリアルになるっていうか、ちょっと人間っぽくなるなっていう感じがお分かりいただけるでしょうか。これは何をしたかっていうと、実は、こういうライン、つまりこいつは背骨を持っているじゃないかっていうことを僕は意識しながらこの2つの立体を描きました。で、そうすることによって、この、全くこうプレーンな、塊だったものがある種の生き物のように見えてきます。で、ここで2つのことを僕はこの3つの絵を並べる中で、少しいっちゃう。これ以上引けないのか。はい。3つの絵を並べながら、描きました。で、この3つの絵を見ていただいて感じていただきたいことは、2つのこと。1つは立体構造です。これが球体であるということを意識して立体構造をここへ反映させました。もう1つは内部構造です。こいつがの骨格構造を意識して、背骨を与えました。この2つのことで、たったこれだけのことなんですけれども、ちょっと立体感のあるちょっとリアルな人体に近づきます。で、実はこのほんのわずかなリアリティっていうのはとても大事なものです。そのリアルな絵っていうと皆さんは、画家の描くまるで写真のような絵っていうものをリアルな絵っていうものの代表のように思うかもしれないけれども、実はリアルっていうことはとてもシンプルな原理に基づいていて、画家も実は細部にわたって丁寧にそういうことをやっているだけなんですね。でちょっとそれを試しにもうちょっとやってみようかと思います。ちょっとアップにしようかな。こう、で、これが球体だとします。そうするとそこへこう楕円を入れます。さらに楕円を重ねます。なんだかちょっと気持ち悪いものになりました。この立体が球だとすると、こういう断面線を引くことができます。断面線をもう一個増やします。それに厚みをちょっと持たせます。こちらも厚みを持たせます。これは何でしょう。まつげですね。
ちょっと二重にした方がキュートかな、目下袋も入れてみようかな、眠そうにちょっとして、で意志の強そうな眉を入れます。それでこれにちょっと立体を与えて、もう一つ立体を与えてみましょう。ありがとう。まあ向こう側の眼球、手前の眼球、そしてそれを挟む鼻、そうでその向こう側とこちら側の眉の向き、そういったものをきちんと立体として意識しながら描くだけで、なんかリアルだね、実はリアルってこういうことなんですね。でこのリアリティっていうのは逆に僕なんかが何かをデザインする時にもとても大事な、きっかけになります。少し楕円に戻ります。人工物っていうのは楕円を描くことってすっごく多くてですね、というのは円形のものってとても多いんですね。だから楕円を描くっていうのは僕にとってもしょっちゅうやることなんですけれども、で楕円をいくつか重ねてみて、こんなふうにちょいちょいとこっち向きにも楕円を重ねて。こんなふうにするといけない。なんか今デザインしてるやつに似ちゃうんで、もうすぐこんなふうに、人工物をデザインする時っていうのも立体を考えること、それを重ねていくことっていうのが一つのトリガーになっていくんですね。で、最後にもう一回人体を描いてみます。人体にはある種のリズムがあって、そのリズムに沿って描いていくっていうのを意識しながら骨格を描いていくと、なんかそれに対する明瞭な意識が出てきます。で何年か前に僕は、素晴らしいランナーの友人に出会いました。でその友人は、女性で、まだ、その頃は走り始めたばっかりだったんですけど、彼女は、中学の時に足を失いました。でも、彼女の、躍動感っていうのに魅せられた僕は、その躍動感が生かされるような、そして機能的には、彼女の走りを補完しながら、そして徹底的に軽く丈夫に作りながら、なおかつ
けないんだね。いいです、大丈夫。そうやってデザインしたのが、私の、高桑早紀さんの義足です。どうもありがとうございました。